ちゃ楽しい。ここに来ないと買えないというものばかりで、アビエータージャケットっていう、戦前ってほぼほぼカウボーイが着てたんですよ。380万円でございます。これちょっと待って、映画の中の世界。世に一つしかないものですよね。飛行訓練をした記録が全部残されてて、初代の頃の参加デニムなんで、これはねかなり珍しいものです。いやー、すごいのがいっぱい。あ、すいません、ここからはですね、さんに出ていただきます。こんにちは。お世話になります。もう韓国は大好きで、いつも毎年2回は展示会に行あ、ってそうですね。はい、いつも領収書もらう時だけ大変だってお伺いしたんですよ。そうなんですよ。言い方勉強しないとなと思ってて。確かにちょっと発音難しいかもしれない。そうなんですよ。その時は僕一緒に通訳したんですけど、先ほどぐるっと今一周させていただいたんですけど、ここはどういった場所なんですか。そうですね。ヴィンテージのエリアというか販売するコーナーで、はい、ウェアハウスの直営店がある中でも唯一東京のこの恵比寿のお店だけで扱ってるものなんですよね。はい。大阪の店舗も広いんですけど、はい、そこでも販売してないですね。ネットもやってないので、ここに来ないと買えないというものばかりで。はい、貴重なウェアハウスさんのアーカイブが、そうですね。購入できちゃうんですね。もちろん。いいんですか、見ちゃって。見ちゃっていいんですよ。見ちゃっていいんですね。結構作ったものを中心にウェアハウスの製品を説明する場所としても使えてますし、はい、ミリタリーのマニアだったりヴィンテージのデニムのマニアの方が来ていただいて、海外の方も多いです。そうなんですね。はい、韓国でも最近ね、基本復刻のものから始まってアメリカ人がどんどんこうヴィンテージの方に行って、はい、まだそんなにこうリンクしてるような感じは受けないですけど、いずれもここあと2年できっとね、知識も深まって、ヴィンテージ好きな方も増えてくると思うんで、ウェアハウスさんのブランドをもちろん見に来られるのもあれですけど、ヴィンテージもすごいこの貴重なものがありますので、ぜひこれ来られたら見ていただけたら。そうですね。まあ買うだけじゃなくて情報交換だったり、ディティールの確認とか、ここにあったんですねみたいな感じだったりするものもあって、例えばこれ 36J1 っていうんですけど、37J1 ってUS ネイビーのアビエーター、フライトですね、飛行士が着てたジャケットなんですけど、37J1 っていうモデルの以前のタイプなんで 36J1 って言われてるんですよ。ループがちょっとこう形状が違ったりとか、胸に USN が入ってなくて背中にだけ US ネイビーで入ってる。あ、本当だ。はい。もう細かいところなんですけどね。年代はどれくらいなんですか。30年代です。30年代。第二次世界大戦の前。はい。でここから有名な G1 だったりとかネイビーのフライトジャケットに変わっていくので、もともとはこういう仕様だったんですよね。元祖ですね。そうです。歯止めがついてたりとか。あ、本当だ。これちょっとお値段教えていいですか。びっくりする値段ですけど。38万。いやいや違います。ちょっとこれ持ってるの怖いんですけど。もう一個間違えてます。380万円でございます。実際の37J1 で150万からまあ170、80万、サイズ着れるサイズだったら。なので、倍以上するんですけど、もうそれだけなぜかというと現存数がないというか、はい、この前もジッパーだけ、写真集にされてる有名な方がいらっしゃるんですけど、その方が撮影に依頼していただいて、ジッパーだけ写真集にされてる。そうなんですよ。ジッパーの変遷をね写真集にされてる方がいらっしゃるんですけど、その方から依頼いただいてお貸し出しして撮影させてもらったっていう。これを復刻されたわけですね。そうですね。はい、そういうことです。はい。ちょっと触って。もちろんもちろん。もう触っちゃったんですけど。もちろんもちろん。こういう生地感なんだ。はい。これコットンですね。ジャングルクロス。だから N1 の原型みたいな形が分かりやすいのかな。そうですね。N1 の形。N1 は基本的に甲板で作業する労働者というか、ワークウェアですけど、US ネイビーのセーラーのワークウェアですけど、これはフライトアビエーターなんで、飛行機に乗る人のタイプなんですよね。また違うんですよね。そうです。はい。中の仕様が少し違ったりとか、ポケットが下についてたりとか、座ったりする方のイメージのものなので、なるほど。見ていただいたらおそらく G1 イメージしたりとか A2 イメージされると思うんですけど、それの、コットンバージョンというか。コットンバージョン。わあ、これ中見ていいですか。もちろんもちろん。もう最初からすごいの切ってきましたね。これはテンション上がりますわ。なんかコットンはそれの滑り考えてナチュラルな感じ。タグ自体もね、なかなか見ることないと思うんですよ。ガンみたいな要所がフライトアビエーターの US ネイビーの要所があるんですけど、それにも出てるものですね。もう初期の初期に出てるものです。すごい。なんか言葉が出ないですね。なかなか。こういう感じ。中は結構シンプルな作り。そうですね、シンプルですね。でちょうどそれがね、これもフライトアビエータージャケットなんですけど、グランドクルーとフライトアビエーターの両方使ってたっていうやつなんですよ。だからこれは
アルパカ貼ってるんですけどね。はい。これがさはいっきですよね。そうです。これ40年代なん40で、年はこれはその俺からちょっと怖いんですけどね。い。値段85万。あ、はい。 80ネイビーがあって、はいネイビーのタイプなんかはもう少しお値段張ると思うんですね。なかなかやっぱ現存数だったり状態はい。によっても変わってくるんでしょうけど、これ何ジャケットという名称？グランドクルージャケット。グランドクルージャケット。はい、でもただこの時代はN1 とかと違って、はいフライトアビエーターいわゆるその飛行士もはい。同じの着てたみたいなんですよ。ああ、もうじゃあ、はいあんまりそんなに区切られてなかったそうですねって感じなんですね。これも復刻されてます。しました。はい。これは昨年ですね。元ネタと言いますか、うん小山さんが持ってらっしゃるアーカイブ見れるっていうのはこれ貴重なそうなんですよ。面白いと思いますよ。貴重なルームですね。本当に面白いと思います。面白い。アメリカ人のディーラーさんがここにあったのかって言って買いに来ていただいて、またアメリカに戻ったりとか、非常にそういう意味ではこのコーナーっていうのは好きな方にはたまらないたまらないですね。珍しいのがこれなんか見たことありますか？すごい変わってるんですよ。サドルパンツっていうんですけど、はい、1930年代のリーバイスだったりリーを、はい、卸してもらってた、まあ、言ったら卸業者のオリジナルモデルなんですよね。はいはい。戦前ってはい基本デニムって、デニムのパンツジージャンはほぼほぼカウボーイが着てたんですよ。あ、そうなんですね。はい、で戦後にああやってこう普通一般的な形が着られるようになったんですけど、はい、特にやっぱりデニムのファイポケットなんていうのは戦前はカウボーイが多かったんですよね。カウボーイ向きにこうどんどんマーケティングしてたから、はい、馬に乗った時に二重になっているっていう意味のサドルの部分で擦れて破れないように二重仕様になってるっていう。あ、だからサドルなんですね。そうなんですよ。サドルパンツっていうんですけど、これもすごい珍しいディティールで、バックル見たらやっぱちゃんとその時代のバックルがちゃんとついてるんですよね。代表も含めてですけど、このディティール見た時に30年代から一回も洗わずに履いて色落ちしたみたいなこの雰囲気見た時に、これはもうやっぱ入手せずにいられないっていうところで、入手せずにいられない。リーバイスのディティールの変遷とはまた違ったその時のオリジナリティみたいなものがやっぱたまらない部分があって、たまらない、はい、でやっぱ勉強になりますよね。ですよね、はい、リーとリーバイスどっちの工場を使ってたのかなとか、まだ違う工場なのかなとか、はいはい、そういうところっていうのはすごくここにもう随所に出てくるので、第1次大戦と2の間ぐらいの時代ってことですか？そうですね、戦前です。戦前です、はい、でもう普通にやっぱりこの頃ってある人に聞いたら1年持たなかったんですよ、ジーンズが。もう何ヶ月10ヶ月ぐらいでボロボロになったんです。基本もうそれで履いて生活するじゃないですか。僕たちみたいにこう畳の上とか、はい、脱いだりしないので、だから洗いもしないでそのまま履いてるから余計にやっぱり色落ちも早いし、はい、基本的には劣化も早かったみたいで。そうなんですね、もうそれぐらいもうガンガン着てたってことですね。ガンガンもういい色落ちを求めて履いてないから、そう普通にもう、防護服的な感覚で労働着として着てたから、気にしないんでしょうね。しかも今みたいに物が溢れてないでしょうし、ね、です、はい、おっしゃる通りで1着買ったらもう一生着るぐらいの勢いで、はい、ワードローブなんてなかったはずなんで。ですよね、はい、これよく見つけられましたね。2本出てきて、もう1本は JC ペニーのバックルバッグだったんですよ。同じような色落ちしてました。だからやっぱ同じ方が履くと同じ色落ちするんだなっていう。リーバイスなんかもね、すごく変遷があってポピュラーになってきましたけど、その時代にやっぱマイナーブランドがやっぱりいっぱいあって、そこがもう面白い。面白いですね。はい、いやもうさっきからこの持っててその当時の土の匂いみたいなのを感じますね。はい、もうそれごと持ってきてるというか、洗ってないからこそ出る雰囲気。すごいな。77万円。そうです。はい。いや次言いたいですか？これわかりますか？まあステッチ見たら有名なリーバイスなんですけど、はい、ちょっとやっぱり音数見てもらったら、はい、柔らかいかなって思うじゃないですか。はい、ナンバー2デニムかなってよく言われるんですけど、はい、実は701っていうリーバイスのレディースモデルの、30年代のモデル。そうなんですね。バックルバックの時代、いわゆるそのリーバイスの流れでいうと37モデルって言われている時代のものなんですよ。それの701バージョン。はい、レディースモデル。そうです、ウィメンズバージョン。なのでちょっと最初パッと見た時にちょっと柔らかい雰囲気があるなと思ったんですけど、1934年にね、防具でリーバイスが、いわゆる週末牧場で、富裕層がジーンズを履いて、牧場に、レジャーに出かけましょうっていうのを
仕掛けたんですよ。あ、仕掛けたんですね。はい、でその時に、ウィメンズのデニムっていうののシルエットがこれなんですよね。防具が紹介してるんですよ。ちょっとロールアップして履きましょうとか。はい、その時から、はい、これが流行りだぜみたいなですね。これがかっこいいんだぜみたいな感じのやつです。世界恐慌で基本的にその街だけに人が集まりすぎて、はい、牧場にこう人がいなくなって過疎化したことがあって、でそれでできるだけレジャーに外に向けていきましょうっていう、まあ、リューランチってあったんですけど、女性もデニムを履いて週末あえて牧場で遊びましょうみたいな富裕層に向けた打ち出しの一環で、まあ、作られたというふうに言われてて、で今それはね701ってやっぱり好きな方は女性だったら腰回りが丸くて、はい、ちょっとロールアップしたらすごく可愛いので701って今すごい人気なんですよね。これメンズ着てもちょっと可愛い感じしますね。そうです。大きいサイズであれば昔ね、まあ、ちょっと今品番広がりすぎてうちやってないけど、はい、701モデルのメンズシリーズやってて、そうメンズが大きいサイズで見つけたら人気のシリーズです。そうなんですね。はい、やっぱりヒップが丸いんで、はい、ジャストで履きすぎるとちょっと気持ち悪いんだけど、はい、大きめのサイズで履くとそこが隠れるので。ジャストだけどちょっと気持ち悪いんですね。ちょっとやっぱり女性的になりますね。確かに確かにそうです。やっぱりリーバイスから先に売れてしまうというところはあるんですけど、はい、以外にもかなりいろいろシリーズあって、でこれなんかね、はい、リーのね基本赤タグのシリーズなんですよ。1940年代終わりから50年代ぐらいで、これがさっき言った、はい、ほぼほぼ同じ人が履いてた、はい、同じデニムなんですよ。だからこれですね、色落ちがほぼ同じ10ヶ月からもう1年弱ぐらいでこうなったっていうものらしくて、それがもういかに酷使してたかっていう。いかに酷使、こういうのがあってか分かんないですけど、ヘラーズカフェでされませんでした？あ、昔学校ではやってましたね。はい。確かこれすごい着られてますね。そうですね。だからもう嘘のないというか、必要に応じた補修なので破れて直して破れて直してなので世に一つしかないものですよね。これは世に一つしかない。ここだから補修されてるんですよね。ですね。パイピングのように補充されてるというか。1年ぐらいでこうなります？1年でなるっていうふうには信じられないんですけど、どういう生活様式だったかっていうのが僕もわからないので、カンザスの牧場の納屋から出てきたんですって、まとまって。はい、夢ありますね。でね、レングスがやっぱ方法長いんですよ全部。ああ、なるほど。はい、アブミのブーツ、その配当の高いブーツに履いてたから背も高いんですよね、きっと。まあ、プラスそうですよね。だからまあ一つのもうなんかこう作品なんで、できたらもう炊き上げしたくないなっていう。はい。で1年ちょいでこうなりますこれ。そうです。やっぱりさっきの話じゃないけど馬の蔵とかね擦れたりとかするから、今の現代の生活ではありえないところが色が変わっていくというか、まあ、損傷していくんでしょうね。すごい。これ結構やっぱり似てるんですよね、全体的に。その同じ方がずっと履きそうですね。2種類2箇所っていうふうに聞いてたんで、全部が全部じゃないんだけど、大体わかります。でもウエストサイズ、レングスサイズ同じ方なんだろうなっていうのが、これはリーバイスと比べたら抑えめの値段帯なんですよ。24万だったり30万前後ぐらいのものが多いので、年代はもう全然47モデルの時代のものなんで、生地も縫製もシルエットも抜群にやっぱりいい時代。なんでこんなお安いんですか？リーバイスが高すぎるところありますよね。もう高騰しすぎてるというか、ちょっと力抜けるぐらい高いじゃないですか。だからもう今おすすめなんですかって言ったらやっぱりリーだったり、まあ一部ラングラーはもう好きな方はたまらなくみんな好きですけど、さっき紹介したみたいな同じ時代にしっかり作られてるようなものは狙い目かなと思いますけどね。なるほど。お父さんに置かれてるけど、ものすごいこれレアピースがございますよ。見て帰った方がいいかな。ぜひぜひ。第一次世界大戦ってね、あんまり有名じゃないですけど、1918年に終わったのかな。1910年代終わりに起こったことですけど、あんまりアメリカって参戦してるイメージないんですけど、アメリカって志願兵みたいな形で参戦したんですよ。その時に第一次大戦に参加した外星軍の人が着た、アビエータージャケットっていう、これそれこそさっきの、フライトアビエーターってハトメの2人で言いましたけど、それの言うたらもう元祖。あれよりも元祖です。1910年代だから少しやっぱりイギリスとかフランス軍のアビエーターに似てるんですよ。確かにフランスと似てますね。こうなるじゃないですか。この頃ってダンヒルとか今のバイクメーカーだったり紳士服のメーカーがヨーロッパではフライトジャケット作ってたんですよね。なるほど。で飛行機ってもちろんやっぱ当時富裕層なんで、アビエーターの服自体がむちゃくちゃ高いんですよ。でその志願兵の人たちも、もう貴族の
次男とか三男とか自分ところの家の名声を上げるために行ってこいって言われて家の威信をかけてフランスに赴いたっていう話を結構いろんなところで聞くんで、そうなんですね。これがねなんで、例かというとそのアメリカ製なんですよ。メイドイン USA。はい、ブランドがスポルディング、スポルディング、はい、有名なバスケットシューズそうです野球バスケットで有名なスポルディングが作ってたんですよ。はい、スポルディングがアビエーター作ってた時代にも僕が小学生の時初めて買ったバッシュがスポルディングでした。僕らねライセンスで広がってきましたから、ライセンス80年代90年代はライセンスでゴルフだったり野球グッズ結構広がりましたけど、まあ本当質実剛健の時代のスポルディング持ってみてください。めちゃくちゃ重いです。いいですか。はい。重い。でベルトもちゃんとついてるんですけど匂いがでこれすごいのが当時のねフライトレコードの記録が全部残ってるんですよ。そんなのは思ってらっしゃるんですか。この方がフランスに行きましたってこの方が来てる。すごい。この方の、はい、このフライトジャケットでマサチューセッツの大学出て、フランスに出撃して無事に終わった後帰ってこられて高校の先生をされてたみたいでかなりエリートだったみたいですね。これちょっと待って、映画の中の世界。そうですね、本当にもうびっくりするぐらい資料きちっと残ってて、それこの方なんですよ、実際着てる姿。これを着てる人、でもやっぱこの残せるっていうのもやっぱ富裕層だったんですね。そうですね。相当。でこれがパーソナルパイロットブックって訓練の全部記録、すごい几帳面な方だったんだと思うんですよね。学校の先生だけありますね。そうでしょうね。すごい。飛行訓練をした記録が全部残されてて、で最後にフランスのアンジェって地方だったかな、そこに赴いて、前線の方に偵察隊として2度ほど出撃しましたっていう記録が残ってました。はい、やっぱり当時戦場がフランスだった時代じゃないですか。そこのリアリティとでフランスのなんか、簡単なお土産みたいなものも添えてコレクターの方が持ってたみたいで、これはちょっときちっとしたものを作って再現をしてこのストーリーも含めて世にもう一回見せることがリスペクトにつながる、オマージュにつながるんじゃないみたいな。ヴィンテージのピースだけはあるじゃないですか。このストーリーまで含めてっていうのは僕ちょっと鳥肌立ちました。マニアの方はやっぱりこれごとみんなちゃんと保管しますからね。だから継承されていくんで、我々もこれを販売するときはやっぱりそれを継承しないといけないので、この当時のこれを着てた写真ですからね。ちなみにこの向こうはスポルディングって入ってますね。AG スポルディングって。AG スポルディングって書いてある。古さんこれ売っちゃっていいんですか。これは販売してますよ。これちょっと怖いんですけどね、なんかお伺いするの。これ多分アスクにしてると思うんですよね。これはちょっとぜひ問い合わせください。問い合わせしていただいてですね。これはすごいわ。いやこのストーリーが映画一本見た気分になります。そうですね。この時代ってまだね、なんかやっぱり騎士道精神みたいなのあったみたいで、ドイツの軍と戦う時にオープンコックピットじゃないですか。顔が見えてるみたいで。やっぱ馬居同士が対峙する時って、もう後ろから撃ったらとかルールがやっぱりすごいあったみたいで、そういうのあるんですね。顔が見えるところで撃ち合うっていう本当想像できないようなものですよね。昔西洋のこういうお互い向き合って撃つみたいな世界ですよね。スヌーピーで言ったらレッドバロンで有名ですけど、レッドバロンで言ったらイギリスとドイツの空軍の戦いみたいな形なんですけど、それに参加してたのがアメリカなんで、まだすごい脆弱だった時代なんでしょうけど。もっとアメリカがグイグイ来る前のそうですね。でその後に海軍空軍の必要性を感じてどんどん伸びていった。すごい。これシープレザー、シープですね。羊かだからちょうどねそこにディスプレイしてるのがリプロダクトした入り口にあるのがリプロダクト見させていただいていいですか。もちろん。これ今もう個体が綺麗になってしまってるんで、ワイルドじゃないんですよ。だからこの脂肪肝がもうすごいそやなワイルドなシープの証みたいですけどね。なるほど。これのリプロダクトがこちらでございます。いやーすごい。ポケットのマップポケット入れやすいように座ってる状態で一番取りやすいんですよね。なるほど。だからちょっとなんていうんですかね、斜めってるというか、斜めってる感じなんですね。これはかっこいいですよね。かっこいいですね。これ夢ありますね。これ欲しくなります僕。もう一本だけ見させていただいていいですか。
めっちゃ楽しいです。入管の時だったらもっと本当にとんでもなくあるんですよ。ありそうですね。そうなんですよ。ただね、やっぱり並んで買われる方とかも多いので、すぐなくなってしまうものもあるんですけど。はい。じゃあ結構無造作にこう入れられますけど大丈夫なんですか？もちろんもちろん。皮はやっぱ強いですよ。しっかり湿度さえね管理してあげれば。いいものはずっとやっぱ残るんですね。そう思いますね。だってこれ100年以上経ってますからね。経ってますね。もう結構一つ一つ面白いもの多いんですけど、ここら辺面白いかなと思ったんですけど。ですね。これはね、僕も結構個人的に非常にスタジャンって好きなんですよ。で、このカラーって何かわかりますか？何を連想します？見た時に。正常期ですか？その通りで。だからおそらくアメリカ代表のものなんですよ。で、このカラーリングってあえてやっぱり大学のカラーでやらないんですよね。ハーバードだったらエンジ、イェールだったらネイビーね、いろいろ連想されますけど、スクールカラーで正常期のカラーって小学校とかリトルリーグとかは可愛いからやりますけど、大学高校ではほぼ下げるんですよね。そうなんですね。だからもしかしたらそういうルール暗黙のルールがあって、代表されたものだけが着れる言うたらナショナルチームのものなんじゃないかっていうふうに思ってて、作り自体はねむちゃくちゃ牧歌的な作りで、スタジャンの原型なんですよね。でスタジャンって皆さん知ってるのでスナップボタンですかね。スナップの前がかかりボタンなんですよ。でかかりボタンの前がいわゆるカウチンセーターみたいな形なんですよね。なるほど。でその前もっと牧歌的な末機能で一枚の布みたいな長いコードなんですよ。でそれが野球のベンチジャケットの変遷なんですけど、スタジャンの今のその現行っていうのはその最終的な形なんですよね。でこれ見た時に30年代ぐらいのものなのかなって分かるのが、戦後にスナップに変わるから、30年代、前後のものなんだろうなって思うんですけど、これもっとすごいのが、メルトンの生地じゃないです。織りじゃないんですよ。これジャージなんですよ。ここは縫いは2本針でスウェットの袖の縫合みたいに縫ってるんです。なるほど。だからメリヤスの作り方しているカーディガンみたいなスタジャンなんですよ。本当ですね。めちゃくちゃ繊細な形なんで、これはねかなり珍しいものです。やっぱ光ってましたもんこれ。手がいっちゃいましたこれ。ポケット似てません？そうですね。A1 の形なんですよね。ミリタリーから派生したって言われる説と、もともとこの A1 の形っていうのはベースボールジャケットを模倣したんじゃないかっていう説と、どっちもあるわけですね。民制服の方を真似た理由は威圧感与えないようにこっちに逆に似せたんじゃないっていう説もあるみたいです。そんな市民の顔色を伺ってたんですね、当時も。時代的に。そうなんじゃないですか。ちょっといつの時代も。いつの時代も。面白い。おそらくアメリカ代表のものだろうなというのは。今の現代のスタジャンとは違いますね。最近アメリカも結構そのジョージ・クルーニーが監督になって、ベルリンオリンピックでワシントン大学のアメリカ代表のボート部が金メダル取った話、映画でやったんですけど、その時に USA ってスウェット、スポルティング製の当時のスウェットを着たんですよ。でその時うちに1回依頼があって、作ってくれませんかって。で納期が2ヶ月ぐらいしかなかったから「ごめんとんでもないけどそれは無理です」って話は断ったんですけど、うちってやっぱり生地編むってことに時間がかかるのでなかなかそれは叶わなかったですけど、でも声かけてもらえたらやっぱ嬉しかったですよね。しっかりそれを再現してるからそういうところに目が行くというところですからね。24万円。そうです。24万ですね。もうだんだん鈍ってきてるじゃないですか、感覚が。24万だとお安いみたいな感じ。気をつけてください。だんだん高いところからこう下ろしていって何か買うみたいな。そうなる可能性があります。時計の手法ですよね。一番最初にこれを見ていただいて、こちらでスッとご購入できると思いますので。そうですね。スッといけると思いますので。あとこれも面白いです。いいですか。初めて半袖のシャツができた時代のものなんですよ。初めて半袖ができた時代。ゴルフとテニスで着られてる姿を見たことあるんですよね。もうスポーツシャツです、完全な。何年代ですか。それまで10から20。10から20。じゃあそれまでも全部常に長袖をまくって、でテニスの時も長袖をまくって着てたのが半袖になった初めてのデザインっていうふうに言われてます。そうなんですね。着たら可愛いんですよ。もうフロントここまで止まるんですけど、オープンカラーにした時には少しショールカラーに見えるんですよね。本当だ。でやっぱ袖もね微妙に長さが今とは違うんですよ。ハーフスリーブみたいな形で
でポケット位置もすごく低くて、はい。プルオーバーみたいな仕様なんですよね。はいでも昔の見るとプルオーバー多いですよね。そうです。やっぱもう基本中に来て、中に、中にタックインするので、下着みたいな感じの。そうですね。高い位置で止めて中でこう遊びができるように。はい。はい。結構長いですよね。やっぱり作る時は作りはしたんですけど、ボタンを一つ足してボタン1を上にしてアレンジはしますけど、はい。生地と縫製、ディティールに関してはもうそのまま作る。プリントもそのままやる。これに関してはアームここも太いですよね。なんか太いです。すごい太い感じ。やっぱり運動するようなものだからでしょうね。ああ、なるほど。初めて半袖ができた時の半袖です。まあね、その頃はシェルタージャケットってこうやって、まあ、ボーイスカウトのジャケットみたいにこういうショールは多いんですよね。なるほど。はい、これも20年代ぐらいだと思いますけど、リーバイスのサンセット、山登りとかする時に着てたジャケット、まあ、プルオーバーのシャツかなみたいですね。女性用ですね。かわいい。ボーイスカウトの類でしょうね。山でキャンプする時とかアウトドアする時のプルオーバーのこれかぶって着やすいようにここ外せるってそう感じですそうです。はい。あ、ちょっともう完全に巻いてますけど、これ12万円。そしてお安い。まあ、リーバイスのサンセットのタグがついてってなったらね、これついてますから。もう完全にね、もうマニアなアイテムなんで、はい。リーバイス社が作っててまた別のそうですそうです。ラベルってことですよね。いやー、すごいのがいっぱい。まあ改めてまたここだけで見に来てもらっても全然。住み込みでちょっと学びたいぐらいの気持ちなんですけど。本当なんか嬉しかったです。ウォーレン入ってきていただいて。ありがとうございます。はい。ウォーレンのタグ、はい、これついでに言うと牛を投げ縄で捕まえてるんですよ。はい。これウォーレンって伝説のローパー。はい。ロープで捕まえる、そのカウボーイがいる。はい。それの名前なんですよ。だからステッチがウォーレンが投げた時の投げ縄のステッチでネーミングしたんですよ。これね、何年代に？これは何年代に作ったの？おそらくね2010年代ぐらいかなと思います。これでも酸化デニムですよ。初代の頃の酸化デニムなので DSB の元祖の時代の酸化デニム簡単にご説明いただいていいですか？基本的にそのデニムってさっきのデニム見たら分かるんですけど、のりの効いた状態で、ドラッグストアとかお店に売ってる時にこのまま長いこと売れなかったら置いてあるじゃないですか。ニューオールドストックって言うんですけどね、それがまあデッドストックと同じ語義なんですけど、ずっともうよどんだ空気の中で買われなかったらずっと置いてある。で80年代終わりから90年代ぐらいに日本人がそこに入ってバンバンこう入ってた時代があったんですけど、それでもそれをすり抜けてまだやっぱりそのアメリカにずっと残ってるものがあるだろうと、それっていうのは生地の表面だったり、まあ中も含めて湿気を含んだり、まあ乾燥したりとかして、熟成をしてるはずじゃないですか。そのインディゴに何が起こってるかっていうのを考えた時に、酸化、紫外線だったりいろんなものを浴びて酸化してるっていう状態を再現するために、いわゆるそのデッドストックブルーっていうので、その酸化した状態をインディゴの染色の段階に入れてるんですよ。例えばデニム押しで色を落とすと少し緑がかったみたいな色が出るんですけど、それはいわゆるその酸化した状態の染料が混ざって落ちてる。黄色っぽい色が抜けるんですよね、どうしても。それは酸化した染料がもう抜けてるっていう状態なんで、ネイビーの色が抜けるんじゃないんですよね。だからDSB っていうのは応変したみたいな、白場が少しエイジングしたみたいな感じの雰囲気が出るという。その酸化の雰囲気まで出すために研究されて作られたわけですよね。昔の人ってやっぱりこのまま履いてたりとか、生のまま絶対売ってたんで、ワンウォッシュして履いてくださいねって店のオーナーも言ってないんですよ。基本タバコとかお酒とか売ってる横で売ってたから。デニムですか？炊き上げもしないでしょ。しないって聞きますよね。アメリカ人めちゃくちゃ人数いるので、すぐ履きたいからウエストとレングスが選べるんですよ。全部あるわけですね。でその状態から履いていくから、一回家持って帰って水通してから履くなんてわざわざしないんですよ。そのまま履くんですよ。もちろん洗濯機普及して乾燥機普及した時に綺麗にね洗って履くっていうのがファッションとして芽生えていったからそうなってたんですけど、それこそ労働着の時代はもう履いて脱いで置いとく。でもうとんでもなくなったらもう革で洗うとか、やっぱ戦前はそういうイメージが強いですよね。うちの着方ですよね。そういうふうに着てくださいねって言ったつもりじゃないんですけど、本当に高くなってしまったデッドストックを皆さんに少しでもその質感から生の状態で楽しんでもらうというか、そういう意味で DSB って言ってるので、2020年にリスタート再開 DSB をしたんですけども、4年経ってるんで、もう自分らがほんと感動するような色落ちのものを持ってきていただいたりとか、先ほど見させていただいたんですけど感動しました。やっぱなんか
出した子供が戻ってきてるみたいで成長して。なるほど。嬉しい。子供が。そうそうそう。個人的に思うのはやっぱり韓国の方ヴィンテージすごい盛り上げていっておられてるんで、そうやって知識をみんなで共有して、もっともっとねなんか知識が広がっていけばいいなっていうか思いますよね。本当にでも10年ちょっと前ぐらいまでするとだいぶヴィンテージの見方が今と違ったんですよね。そうですよね。韓国って面白いのが変わる時急に変わるんですよ。一気に変わっていく。不思議ですよね。不思議なんですよね。おっしゃるように10年ぐらいもう15年ぐらい通い続けてるんですけど、10年前はまあ変な話その抜けたんですよ結構。さっきのスタジャンボタンのスタジャンだったら知らないからスナップのスタジャンの中に入ってるんですよ。韓国の古着屋さんで、おっと思って買って、おおこれはと思って、それがねこの5年おっしゃる通り一気にでも皆さんやっぱ知識が上がってきたんで、もうちょっと簡単に抜けなくなりました。全然皆さん本当に今日とんでもないです。お忙しい中とんでもないです。ありがとうございます。こちらこそまた冬は場にぜひぜひ撮らせていただいてもいいですか。冬だったらボリュームもあるので、また冬物で。そうですね。はい。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。